大森和代のいつもつながっているよ渡らせトーク。大森先生こんにちこは。んにちは。皆さんこんにちは。暑い日がね続いてますけど先生お元気でしたか？はい、元気です。大丈夫です。はい。はい、パワー全開。はい。最近ですねおめでたいニュースがありましたよね。パンダの。はい。パンダですね。はい。あれ？パンダっていう予定じゃなかったでした。そうでした。なんかタイミングが合わない。一緒に行っちゃうんですよ。パンダが。でも片桐さんパンって言わないんですよね。プスって言うんですよ。だからあんまりやっても意味がなかったかもしれないんでちょうどいいです。私がやっておきます。パンダのパンダのねニュース、はい、本当におめでたいニュースなんですけど、このパンダのニュースですね。パンダが誕生したのが7月5日のお昼ぐらいだったそうなんですよ。それでそれが公表されたのが7月の7日の七夕の日に発表されたということだったんですね。でパンダっていうのはこれは聞いた話で正確かわかんないんですけど、妊娠期間が3ヶ月から1年ぐらいの間っていうことで、いつ生まれるかその人間みたいに予定日何月何日ですっていうことがわからないらしいんですね。で7月5日にお昼ぐらいに生まれた。で私がですねなんかブログを7月4日の夜に更新してるんですね。でその時にパンダの形のエクレアの写真をね載せたんですよ。多分この辺にまた出ていますかね今。でそれがね偶然なんですかって聞いてくださった方がいらしたんですけれども、でパンダの可愛いエクレアが乗って、で次の日のお昼に誕生したって何かやはり神様がお知らせしてくださったのかな。そうですよ、きっとそうですよ。でなんか名前をね今募集してらっしゃるということでね、石原都知事がね、なんか戦々カクカクなんて言ってる戦々カクカクとか冗談で言ってらしたんですけど、どんな名前がいいと思いますか？私プロデューサーのあだ名でクリクリとか。片桐プロデューサーの栗本。いつも間違えちゃうんですよね。片桐プロデューサーでした。栗本プロデューサーのクリクリ。いや栗本プロデューサーだったらきっとピリピリとかですね、イライラとかムカムカとか。カリカリとか。そうです。ボテボテボテとかね。それは失礼かもしれません。すみません。でも私だったらパクパクむしゃむしゃあとはふわふわとかぷかぷかとか癒されるようなブログによく書いてるんですけど、なんででも同じこと繰り返すんでしょうかね。そうですよね。そういえばパンダだけですよね。名前をつけたいなって皆さんもお名前募集されたら応募されたらどうでしょうか。先生先ほどはパンダの話題だったんですけども、でも大井原発が動いてしまいましたもんね。そうですね。もう結構ね原発反対で首相官邸ですか、皆さん4万人とかでねデモをされたり。そして稼働しないようにとたくさんの皆さん祈ってくださったりとかですね、したんですけどね。それでクラゲが大量発生して、そうなんですよ。私のそのブログねブログの方のコメントにもですね、クラゲが大量発生をしたんですが、駿河湾ですかね。何か天変地異の前触れじゃないかとか、何か起こらなきゃいいけどっていうコメントがあったんですけれども、これはここだけではなくよく原発のある付近の海になぜかクラゲが集まってくるということがありまして、で私もそのクラゲの今回大井原発3号機のところですかね、にクラゲが大量に何十万
または何百万ぐらいのすごい数らしいんですけれども、発生して3号機のところの節水ができなくなったということで、結局フル稼働できない状態になってしまったということをニュースで見てました時に、クラゲは神の使いと、今回のクラゲはということですけれども、でおっしゃられたんですよ。そうですか。だから今回は海の底で異常な状態が起こっていてクラゲが浮いてきたというわけではなく、やはり原発は良くないことですよということを人間たちに知らせるためにクラゲが使われたという言い方をした方が分かりやすいですかね。はい、それでクラゲ、その原発の節水するところには柵が30ぐらいにされているらしいんですけれども、それなのにクラゲがどんどん入ってきてしまうっていうことで、そこでなくとも海は広いですから、なのにその原発の付近のそういう節水のところだけに大量に集まってくるっていうのは、偶然かなと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、偶然ではないんですね。なんか反対をしているようにしか思いませんね。そうなんですよ。人間たちは4万人ぐらいしか反対運動参加してないんですが、クラゲさんは本当に何十万何百万で、原発は動かしちゃいけないよっていうことを人間に訴えてくれているというか、それを訴えたくて神様に使われて集まってきているというふうに理解をしていただくと分かりやすいかなと思いますが、すごいですね、クラゲさん。あとクラゲさんは、クラゲさんっていうそういうですね、もう本当に数少なくなってしまった魚ですね。絶滅の危機を迎えてきたような魚ですかね。数少ない魚、本当はあんまりたくさん大量に取るともう本当に絶滅してしまうような魚を底引き網でガーッと取ろうとした時にも、クラゲが大量に集まってきて、その邪魔をしてしまうということがよくあるそうなんですよ。でそのクラゲもやはりチクって刺しますよね。でかゆかったり痛かったり毒を持ってますので、その魚にチクって毒を入れると、もう魚は売り物にならないと、せっかく漁をされても売り物にならないという、それはやはりクラゲを使って神様があんまり取ってはいけませんよと、もうこの魚あんまり取るといなくなっちゃうよって、何か今ね、いろんな小さな生き物がどんどん絶滅をしていってまして、以前も神様のメッセージの中に、最初は小さな生き物から、虫でも何でも昆虫でも、以前はいたんだけど今はいないという昆虫、あとは鳥であったり、そういうものもどんどん増えてきてます。で最初は小さな生き物からと、でどんどん大きな生き物も住めない地球になってしまう、そんな環境になってしまうということを以前神様より教えていただきまして、いずれは人間が住みにくい、すでに住みにくい環境なんですけれども、さらにそういう小さな動物が絶滅していくということは、自分たちが絶滅する日も近いという意味でもありますので、そういう生き物を私たちは守っていく、保護していかなくてはいけないんですね。ですからそういうところにもクラゲが大量に来るというのも偶然ではないということなんですね。そうですね。それがクラゲといえば、お盆の頃に日本海側の海に入るとクラゲに刺されるから、お盆前に行かないとっていうふうに言われてましたね。同じクラゲいっぱいいるところに入っても、刺される人と刺されない人といるんですね。あれもね、ご注意でもあるんですよ。で友達と行った時もね、結構「いていて」とか言って、もうチク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 刺されるって言ってたんですけど、クラゲさんに「ごめんね、泳がしてもらうね」って、クラゲも泳いでるんですよね。そこに泳いでるところに勝手に人間が入ってきたら怒りますよね。だから「クラゲさんごめんね、泳がしてね」って、クラゲさんの間だけちょっと泳がしてねって言ったら刺されないんですよ。そうですか。だから私刺されないんです。そうですか。もしこれからね、行かれる方、海水、お盆明けにですね、行かれる方、ぜひクラゲさんごめんねってクラゲに話しかけながら泳いでみてください。いいこと聞きました。先生、夏休みはどこか行かれますか？夏休みはですね、今年はまだ計画もなくて、多分受験生がいるのでどこも行けないかなと思ってるんですけど、
沖縄なんか行ってみたいなって思います。海が綺麗ですもんね。本当にね、沖縄の海はやっぱり綺麗ですよね。あと人もいいですし、沖縄体にいい食べ物もいっぱいあるので、特に名護の方とか大好きなんです。はい。先ほど海の話もしてたんでね。本当にね、そうなんです。あと沖縄で講演会があったら沖縄に堂々と行けるわと思うんですけど、ね、もし沖縄の皆さん見ていらしたら呼んでください。はい、よろしくお願いします。お願いします。では先生、お時間になりましたので、これで講演会のご案内を。講演会のご案内です。8月5日岩手県アイーナ、9月30日静岡煙鉄ホール、10月14日大阪毎日新聞オーバルホール、10月21日金沢都ホテルです。また大阪の皆さん、金沢の皆さん、またお会いできることを楽しみにしてます。もうすぐ盛岡にも行けるのでとっても楽しみです。静岡の皆さんも待っててくださいね。忘れてました。大事なことを忘れちゃいまして、ごめんなさい。そうなんですよ。もう近づいてきました。渡らせトーク劇場版、いよいよ初めてさせていただきますので、皆さんどうか大森和代のいつもつながっているよ渡らせトークの部分だけ一緒に言っていただけたら嬉しいと思います。お願いします。じゃあ16日楽しみにしてます。それではお時間ですか？では今日もありがとうございました。じゃあまた来週お会いしましょう。See you next week. Bye!